すぐに準備したい夢のかけらゲットウィーク。じゃあスパルと申します。夢のかけらゲットウィークの内容が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら、どこのフィールドに行くといいかだったり、やっておきたい準備だったり、そういえばフラワーフェスティバルどうなるんだとか、もろもろを解説考察していきたいと思います。いきなり来週から始まるようなので、なるべく早く準備に取り掛かりたいところですね。それでは参ります。さあ、ということで見ていきましょう。キャンペーン、夢のかけらゲットウィークボリューム1です。まずは概要です。夢のかけらが盛りだくさん、夢のかけらゲットウィーク。1週間続くこのキャンペーンは、夢のかけらがたくさんゲットできる特別な期間です。期間中は睡眠リサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍されます。さらに期間限定ミニ飴ブーストが使用可能です。お楽しみにということで、ミニ飴ブースト来るよというイベントとなっております。開催期間は4月21日、来週月曜日からの1週間となります。もう準備期間がね、あんまりありません。来週4月21日月曜日からの1週間となります。開催フィールドは全てのフィールドです。どこのフィールドに行ってもこのね、ボーナスしっかりかかってくれます。で、ミッションもあるようです。ミッションの実施期間4月21日からの1週間です。で、ボーナスです。とっても単純ですね。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程においてリサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍。メインスキル夢のかけらゲット S の効果量 1.5 倍。お手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.25 倍となっております。なのでね、ポケモンが出現しやすくなったりとかそういった効果はありませんね。ニャースとかゴクリンとか夢のかけらゲットを持ってるポケモンたちがピックアップされるみたいなことはないよということになっております。もう単純にかけらがたくさん集められるし、ちょっとメインスキル発生確率も上がっているよというイベントとなっております。で、期間限定ミニアメブーストに関してなんですけれども、今まで通りでしたね。ミニアメブーストを使うと、飴を使用して得られるお手伝いポケモンの EXP の獲得量が2倍になる代わりに、飴1個あたりの夢のかけらの使用量が通常の4倍に変化します。1日飴50個まで利用可能ですということで、1週間で最大350個までミニ飴ブーストをすることができます。それこそね、直近で手に入れたクレセリアだったり、ダークライだったり、育成が大変なポケモンたちをぜひとも育ててあげたいところなんですけれども、飴をね、用意しておかなくてはなりませんし、もちろん夢のかけらも必要になってきますので、ちょっとね、このあたり計画を今のうちから立てておけると良さそうですね。注意事項特に気になるところはありませんでした。といった非常に単純な夢のかけらゲットウィークとなっております。そんなわけでやるべきことは基本的にとてもシンプルですね。たくさんエナジーを稼いで夢のかけらをどっちり集めよう。基本的にはこれだけとなります。一応メインスキル発生確率 1.25 倍の効果が全ポケモンに乗りますので、普段よりはエナジーを稼ぎやすい1週間となっております。そんなわけで、どこのフィールドに行ったらいいかや、やっておきたい準備について考えていきたいと思います。まず、フィールドに関してなんですが、押さえておきたいポイントが3つほどあるかなと思います。まず、後発のフィールドほど夢のかけらを稼ぎやすいこと。そして、フィールドボーナスが高いほど有利であること。最後は、そこで活躍できるポケモンがいるかどうかでしょうか。順番にお話ししていきます。まず最初のポイントは、後発のフィールドの方が夢のかけらを稼ぎやすいということです。ラピスラズリコ班やゴールド級発電所は夢のかけらの獲得期待値が高くなっています。詳しい説明は割愛してしまうんですが、最近追加されたポケモンの方がリサーチ EXP や夢のかけらの獲得量が多かったりしますよね。そういうポケモンたちが出てきやすいフィールドなので、すっごいざっくり言うと、リサーチが下振れしにくいんですよね。同じポケモン8体でも若草の8体とゴールドの8体だったらゴールドの方がかけらを稼ぎやすくなってるよってことです。そんなわけである程度エナジーを稼げる人ほどラピスやゴールドに行くのがかけら的には安定しやすいだろうと言えますね。またおそらく分割睡眠でもかけら 1.5 倍の効果は乗るはずなので、ポケモン11体目からはかけらの獲得量が半分になってしまうかとは思うんですが、はちゃめちゃにエナジーを稼げる方は分割睡眠もご検討なさってください。そしてもう一つポイントはフィールドボーナスですね。基本的にエナジーを稼げた方が夢のかけらの獲得量が上がっていきます。なのでラピスやゴールドの方がかけら期待値が高いとは言ったんですが、最近開放したばかりの方はフィールドボーナスの高いエナジーの稼げるフィールドに行った方がかけら的にはよっぽど稼げるかなと思います。私今週宇野花雪原にフィールドボーナス上げのために来てるんですけど、サラダフェスがすぐに行われるかちょっと謎なので、一旦フィールドボーナスの高い別のフィールドに行こうかなと思ってますね。
そんなわけでフィールドボーナスも重視してみてください。レシピレベルも解放されるので、フィールドボーナスが高いフィールドの方がレベル上げやすかったりもしますね。そして最後は、そのフィールドで活躍できるポケモンはいるかですね。まあこれは至極当たり前のことではあるんですけれども、例えばムシャーナやルカリオを活かしたい場合はラピスラズリコハンがいいでしょうし、ヤミラミやペルシアンを活かしたい場合はウノハナが適任でしょう。他にもスキル確率 1.25 倍があるので、クレセリアが活躍できるラピスへ行こうかとか、デデンネとかジバコイルがいるからゴールドへ行こうかとか、まあちょっと意識しても良さそうですね。それこそライチュウとホリデーピカチュウでゴールドデザートできたりしたらめちゃくちゃ強そうです。そんな感じでフィールド選びのポイントは、エナジーが稼げるかどうかと夢のかけらの期待値が高いか、ちょっと注目してみてください。といったところで、なんとなく行くフィールドとメンバーが見えてきたのであれば、早速来週に向けての準備に取り掛かっていきましょう。やっておきたい準備は主に2つ。食材集めと雨ブースト決めですかね。まず食材集めなんですが、普段の準備の延長線上かとは思います。ただ、エナジーを稼げるほど夢のかけらも稼げるイベントなので、いつも以上にしっかり準備しておくことをお勧めします。特にマルノームなど、夢のかけらゲットのポケモンを活かしたい場合、エナジー稼ぎが得意ではないポケモンを編成することになります。ラピスムシャーナとかだったらほとんど問題ないんでしょうけどね。かけらゲットの子たちは集める食材の数も決して多くはないので、持ち込みの食材含めて周りでビッタビタにサポートしてあげられるとベターでしょうか。スキル確率も上がっているので、料理チャンスのデデンネやウも普段より強かったりと、食材集めの重要度はいつもよりも高いと言えるでしょう。ぜひ早めの準備を心がけてみてください。アイテムに余裕があれば料理を狙っていくのも一興なんですが、そう遠くないタイミングでダークライイベントも来そうなのでご利用は計画的に。続いて、雨ブースト決めですね。雨ブーストするポケモンも事前に決めておけるとスムーズにイベントに入っていけるかなと思います。特に今おすすめなのはやっぱりクレセリアとダークライでしょうか。ダークライをここで育てたい場合は飴が全然足りないかと思うので、今から準備こそできないんですが、持っている万能飴はなるべく回したりとか、できる準備はしておけると良さそうですね。なお、ダークライは1体のみ仲間にできるポケモンなので、すでにゲットした方はこれ以上ゲットすることはありません。ダークライ推しの方は今手持ちの子を育ててしまって OK です。他には、このイベントでムシャーナ初陣だぜみたいな方は、ムシャーナのレベルを上げてエナジーに貢献してもらうのもいいでしょうし、ダークライイベントで悪タイプが活躍すると読むのであれば、そういうポケモンたちを育てるのもいいでしょう。いよいよ次のフィールドも来そうな雰囲気が漂い始めてきたなとも思うので、虫、毒、ドラゴンタイプの育成に使うのも大ありですね。なお、今後鍋拡張にも大量にかけらを使うかと思うので、かけらの使いすぎにもご注意ください。だいたい準備絡みはそんなところでしょうかね。ぜひね、他にも何かあればコメントで教えていただけますと幸いです。そんなわけで、どこのフィールドに行くか、どんなメンバーで行くか、何の料理を狙うか、ぜひ準備しておきましょう。あとは、個人的に気になっていることなんですが、フラワーフェスティバル来ないのってことについてもちょっと考えておきたいと思います。今後のイベントスケジュールについてですね。来週が夢のかけらウィークになるわけなんですが、昨年はこのタイミングでサラダ 1.5 倍のフラワーフェスティバルが行われていました。これがどこに行くのかなんですよね。イベントスケジュール、それこそ年単位とかある程度事前に組まれているでしょうから、ここで急に言ってしまえば雑めなかけらウィークを挟んできたのにはね、ちょっとメッセージを感じずにはいられないといったところですよね。例えば、サラダ 1.5 倍が5月にずれ込むとかではなく、もう5月にダークライ関連イベントをやって、6月に新フィールド追加で新レシピ登場。で、7月には2周年をやって、8月に新レシピで迎えるサマーフェスティバル、9月にフラワーフェスティバルとか、新レシピ来てからやるみたいな流れになったりとかしますかね。一応ね、10月末はおそらくハロウィン、11月は EV ウィーク、12月末にホリデーがあるとすると、伝説イベントをもしもう一個挟めるとして、スイ君同様8月9月とかな気もするんですけれども、遊び応えのある新モードのこともね、あったりしますので、ちょっとこのあたり全然読めませんね。果たしてといったところでしょう。まあ今できることはね、結局のところ木曜日のアップデート後、主力レシピのレベルを65に上げてダークライのイベントに備えようくらいしかないのかなとは思うので、ぜひこのあたりね、皆さんのイベント予想だったり、今何に向けて準備すべきかだったり、意見感想コメントいただけますと幸いです。
そんなわけで皆さんは来週どこのフィールドへ行かれますでしょうか。ぜひそちらもコメントお待ちしております。最後にざっくりまとめです。夢のかけらゲットウィークは夢のかけらを稼ぎやすくなる1週間です。やるべきことは基本的にはエナジーを稼ぐこと。スキル 1.25 倍があるのでうまく活かせるとなおいいでしょう。特にマルノームなどかけらゲットのポケモンを編成したい場合はぎっちり準備しておけるとベターです。雨ブーストするポケモンも未来をふんわり予想しつつ決めておきたいですね。また関係あるかどうかはわからないんですが、今週木曜日のアップデートバージョン 2.7.0 以降はリサーチランクが解放されたりレベル上限が解放されたりもします。明日のお昼ご飯は13時30分までとなるんですが、レシピレベル的にはアップデ後の17時半とかに作れたら嬉しいですよね。狙う場合は自己責任でお願いします。そんな夢のかけらゲットウィークの解説考察でした。いやね、アップデ後ね、マルノームのスキルレベルをすぐ8に上げて、のんびりかけら集めながら過ごそうかななんて思ってたんですけど、ちょっとね、今は先に食材の準備をしておいた方が良さそうな気がしますね。マルノームの活躍はもう少し待っていてもらおうかなと思います。それでは後半は公式 X に書かれていたちょっと恐ろしげな文言について雑談をしようかなと思うんですけれども、その前にクレセリア対ダークライのリサーチ、ダークライをゲットしたり、なんかもう色々と上振れてくれた日のリサーチお届けしようと思います。誕生日に色違いのプレゼントをもらいました。どうぞ。じゃあということで朝レポやっていきたいと思います。表示上はね4月11日となっているんですけれども、本日4月12日私誕生日でございます。はい、見てください。10時間24分前日ねいろいろお祝いとかしてもらってお酒を頂戴して眠りについたんですけれども、ばっこりねもうしました。もう久々にばっこり寝坊したね。もう本当にガチすごい寝たもんね。もうびっくりしましたね。久々に飲むお酒、皆さんお気をつけくださいと言っておきながら、これですね、もろもろの事情がありまして、後付けの実況となっております。なんやかんやね、誕生日前後すごい忙しくてね、嬉しいことではあるんだけれども、ね、忙しくさせていただいておりましてね、なかなかこの毎日のリサーチアップできていなかったんですけれども、本日は2億9000万いってるので、クレセリアの星さんネガオが出てきてくれたらいいなというリサーチも内容覚えてないのでね、実況していきたいと思いますけれども、お腹の上にサーナイトがいてといったところであります。そしてね、普段のね、実況だとね、なぜかね、こう、音がね、止まるタイミングで BGM がなくなってしまうという不具合が一生あるんだけど、今回はね、後付けで撮っているので、このオラシオン、映画、ディアルガ対パルキア対ダークライで、ダークライがね、みんなを沈めた時にかかっていたらしいよというね、その BGM のままリサーチできる喜びを噛み締めながらやっていきたいというところではあるんですけれども、サーナイトのお腹の上根は残念ながらというべきか見たことがあったというところなんですが、羽毛的にもリサーチ EXP 夢のかけら的にもめちゃくちゃね、ありがたいリサーチとなっておりますのでもう良すぎるこのオーロラの感じね、めちゃくちゃ良すぎて、私も今見とれてましたね。不思議花もちょっとね、目を開けて、スススッとしていたわけなんですけれども、残念ながらクレセリアは星3寝顔にはならず、その下には、ダークライが来てくれているよ、ということで、ね、ダークライ、レベルガチャのみとなっているわけなんですけれども、やっていきたいなというところでありますし、クレセリアもバッチリゲットに向けてね、なんやかんややっていきたいよというところであります。ということで、ダークライ、くてくてね、眠ってて、この2体で、このオーロラのフィールドの中、この2体が寝てるの良すぎるね。マジでさ、伝説のポケモンさ、いっぱい並んでてほしくない？なんかやっぱ、伝説のポケモンたちがさ、ペターンって寝てるのクレセリアに関しては浮いていてくれる方があまりにもいいんだけど、ペターンって寝てるのめっちゃ可愛いよね。ライコエンテスイクもさ、私星1寝顔の寝方めちゃくちゃ好きなんだよね。力ためねあれは力ため寝なんですか？もうぴょっこり香箱座り寝ではないんですか可愛すぎます。そんなダークライリサーチさせていただきました。ありがとうございましたというところでね、もうがっつりオラシオンなわけなんですけれども、もうねダークライゲットした後からは本当にクレセリアをどれだけゲットできるかゲーミングになっていくのかなと思いましてね、やっていきたいなというところなんだけど、ダークライの色違いってさ存在してるのかな。存在してたらあれか X とかで
おすすめのポストみたいな感じで出てきやすくなったりならなかったりしそうな感じするね。ということで本日はお腹の上でがめちゃめちゃ頑張ってくれて、なんならお腹の上でとサーナイトの星さんがクレセリアの星1より頑張ってくれた身があるので、リサーチ的にはいい感じでしたよ。ということで、仲良しの子がクレセリアについてほしいんだけどついてくれて、ダークライを起こしに行かなきゃいけなくて、ダークライはまだ眠っているようだということで、これをオラシオン込みでやれるのめちゃくちゃいいね。ついついね、おしゃべりも静かになっちゃうね。ということでダークライ起こしていきましょう。嬉しすぎる。クレセリアにチャンスが何よりも嬉しすぎるし、起きてダークライ。ねえ、ダークライがみんなを沈める時の歌なんですか、オラシオン。私ディアルガ対パルキア対ダークライ見てないんだよね。ありがとう。フレンドレベルではなくフレンドポイントマックスになるよというのをね、コメントで教えてもらいました。確かに。フレンドポイントマックス。1体しかゲットすることのできないダークライとなっております。ありがとうね。さあ、ということでね、もちろんチャンスがついてくれたのであれば、ついてくれなくても交換する気満々ではあったんですけれども、クレセリアサブレをパチッと交換していって、まだね、お安いクレセリアサブレがありますので、今回、クレセリアサブレの大成功18ゲージと、ボーナスサブレで21ゲージで、次回クレセリアサブレとボーナスサブレでお迎えまでいけちゃうよいといったところで、やっぱりクレセリアたちは本当にあれだね、大成功、そのクレセリアサブレを投げるタイミングで大成功がつくかつかないかだね。ということでしっかり21ゲージ進めまして、さすがにこれで終えるんじゃないかというか満腹でしたね。はい、もう全然十分でございます。もうあまりにも十分すぎるリサーチとなったかなと思います。あとはね、チャンスがついてくれております。不思議花ちゃん、オスの子だね。この子にバチッとポケサブレあげて、超成功が出てくれたら嬉しいんだけど、そうなんだよね。お迎えした記憶がないということは出てないんだよね。ね、不思議花もさ、次のフィールドワンチャン出てきてくんないかな。ドラゴン島であるなら、リザードンとかね、人影とか、バンギラスとか、ワンチャン出てきてくれないかなって言ってはいるんだけど、一応毒島でもあるじゃない。だから、ウツボットとか、その不思議花とか、草毒タイプのポケモンも、なんかの間違いで出てきてくんないかなみたいな、ちょっとね、本当にうっそうと生い茂った密林みたいな、ドラゴンたちが住んでいる、秘境の密林みたいなとこだったら草タイプも出てこられるんじゃないかななんて思っているのでね、そういった未来にも期待しつつ、羽毛がでけえ。ダークライも羽毛をさ、バチッと持ってきてくれるのありがたすぎるよね。てかあれだよね、ダークライがね、この8体の枠の中にいるんだって感じ。その、ね、残り7体でね、眠気パワーを使わなきゃいけないっていう多分不利な条件でのリサーチだったにしては、相当にて頑張ってくれたリサーチとなったのかなと思いますね。もう一歩ね、あと一歩。大きいリサーチになればなお良かったんだけれども、これはこれでといったところでダークライレベルガチャやっていきましょう。26レベということで、悪くないのかなというところではあります。なんかね、聞いた話によると下が23、上が誕生日です4月12日誕生日のタイミングでゲットしたダークライとなっておりますので、この子がね、仮にレベル23でもダークライね、ポンポンゲットできるとは思ってないんだけど、育てることにはなるのかななんていうね、運命は感じつつも、ね、このタイミングにね、この綺麗すぎる。ゴールドのさ、このダークライの画面はもうすでに見たわけなんだけど、このラピスのさ、この曲かかってて、ラピスにオーロラがね、ピャリャンってなってて、ダークライとお話できるの嬉しすぎないもうそういうのが好き。おやダークライが何かを落としたようだ。もしかすると力を解放する鍵なのかもしれないっていうね、このメインスキルの種みたいなやつは一体何なんでしょうか。いっぱい落としてほしいね。この種を育てないネロリ博士。この種を育てることでサブスキルのを解放できるようになるとかならないとかあったりするんでしょうか。どうなんでしょうか。よろしくお願いします。ということで、この日のね、まだまだ謎を残したまま、この日の眠気パワーをプラスしまして、4月12日誕生日当日のリサーチメインアカウント、ダークライをゲットするね、素敵なリサーチで祝っていただけました。みんなの眠気パワーがさらに光の力を強めまして、ランクも14になるよということなんだけど、もうこの時点でね、ランク 15？ 82億にはいけそうだなといったところでいい感じのリサーチになってくれました。ではサブアカはバースでどんな出会いがあったんでしょうか。バトンタッチしていきたいと思います。
さあ、ということで、サブアカもゴールド級発電所オラシオンに乗せてリサーチやっていきたいと思います。メインアカウントよりね、若干エナジーが漏れていたりするわけなんだけれども、ゴールドね、果たしてどうなるのかというところですね。こっち、そうだね、ここはこの音楽だね。612日のリサーチとなっております。ということで、こちらも10時間6分ということで、本当にがっつり寝坊したわけなんですけれども、先ほどね、スヤスヤタイプになったのは強行だったなというところなんですけれども、サブアカはどうなったんでしたっけね。ぐっすりタイプとなっておりますので、果たしてというところでありますね。思い出した。誕生日ね、祝ってもらったんだよ。ぜひね、ちょっとこの後の展開楽しみにしていただけたらなというところであります。前日にね、クレセリアと一緒に寝るのを忘れてしまったわけなんですけれども、本日はしっかりとクレセリアを編成してお休みしまして、3億978万4812のリサーチで、星3ネガを2つお腹の上ね、1つクレセリアのお香をまだ置いています。多分。よろしくお願いします。さあ、ということで、バースデーリサーチ素敵なものになってくださいよということで、パーン左下とんでもない色の子いるということで、ピンク色の泥に浮かんであくびをしきっているヌオーちゃんが私のバースデーを祝いに来てくれました。嬉しすぎんだろってことで。嬉しすぎて生きながらも残念ながらクレセリアは突っ伏して寝ていたよというところではあるものの、もうあんまり関係ない関係ないね。もうヌオーちゃんがね、あんないい顔ね見せてくれたんだったら、まあもちろん本当に強欲なことを言うとクレセリアの色違いクレセリアの色違いが引き立ちすぎたわけなんだけれども、もうあまりにもねバースデーを彩るリサーチになってくれたのかなというところでありますし、お腹の上でもね電流、そしてヌオーの星さんがいて、ボスゴドラの星2がいてということで、メインアカウントサブアカウントともにクレセリア以外はだいぶといい感じのリサーチになっているのかなといったところ、冬でスリスリしているムシャーナちゃんも羽毛をしっかり持ってきてくれて、逆さ冬ね大回転ねということで、眠気パワー夢のかけら的にはかなりいい感じのリサーチになっていそうな雰囲気をバシバシ感じつつもといった感じだね。オッケー。そんな感じで、フワライドさ、本当に眠気パワー消費いかれてるよね。ムシャーナもかなりいかれてる部類だと思うんだけど、それでもムシャーナの星1よりはるかに高いもんね。そこの調整には一体どんな意図があるのだろうなというところではあるんだけど、運営さん的にもしかしてフワライドってめちゃくちゃ強いポケモンだと思われているとか、なんかあるんでしょうかそういうボーナスキャラみたいなね、リサーチできたらポイントいっぱいもらえるよみたいな、なんかそういうなんやかんやがあったりするんでしょうか。もちろんヌオーにはチャンスがつくわけなんですけれどもね、左にクレセリアの方に飛んでほしすぎましたけれども、以上の2体となりまして、おやつタイムやっていきたいなと思います。ということで、文句なくまずは色違いのヌオーちゃんからお迎えさせていただきましょう。で、もうね、あと何回クレセリアのリサーチがあるんですか？本当にね、お香でクレセリアを呼び出すタイミングがもう、この後あんまりないはず。忘れきってるんだけど、ないから、最終日グッドスリープデーと、グッドスリープデー。最終日前日と最終日はお香を置かないんでね、ワンチャン来光の星さんが見られたらいいなっていうね、リサーチをしようと思っているので、クレセリア、サブレは、どこまで交換したんですか、私は。まああんまり交換しないでね、もう一体ね、ゲットできるとももうちょっとさすがに限らないぞというところになってきているわけなんだけれども、これはクレセリアサブレ交換しそうな雰囲気もある。てか、クレセリアのお香があと1個になってるから、もうあれだ、明日からお香で呼び出さないよというところなんだけど、クレセリアサブレ交換してますね、私。全然交換してる。最後ギリギリまでやったろやないかいということだね。で、ここね、ボーナスサブレからね、行けばよかったんだよね。なんかの間違いでね、ここで調整校してくれた場合って、明日、明後日ね、出てこないかもしれないので、クレセリアサブレ交換してても余っちゃうよということになるんだけど、まあ、杞憂なんだけど。杞憂なんだけど、さっきの正解はボーナスサブレ投げてから、ね、クレセリアサブレを投げるが正解のタイミングだったのかなと思いますね。ということで、ここでクレセリアサブレを投げていきながら、まあさすがに大成功が出るなんてこともなくといったところ
残り2日お香なしで、果たしてどれだけクレセリアがお迎えできるのかというところなんだけど、満腹じゃないなら行くしかねえよなってことでポケサブレを交換して、ここから対クレセリアバッチリやっていきましょう。やっぱね、超成功はいつだって起こるからね。2% ぐらいの確率で、多分。ということでね、固まってます。逡巡してます、クレセリアが。どうしたらいいんだろうなって。この人のところに行っていいんだろうかどうかってね、1です、プラス。OK、これで10ゲージ進められまして、満腹となってしまいましたので、まあ、よかろうと。もう色違いヌオーちゃんがいるからよかろうと。もう1体ゲットできるかどうかもわからんし、あまりにもよかろうということでね、本当にいい朝。本当にね、バースデーいいリサーチになってくれたかなと思います。ということで、しっかり画面にね、この2体を収めてから終えてるね。ということで、お迎えしたのはヌオーちゃんと影坊主ちゃんもしっかりぴょっこりね、ゲットしておりました。色違いのヌオーのね、バースデーヌオーにしていきたさはもちろんあるわけなんだけれども、ここはクレセリアをね、しっかり今日の1枚に据えまして、終えていこうかなというところです。かなり眠気パワー使い切れてるのすごいよね。電流の星4、お腹の上でよりフワライドの大回転での方が眠気パワー消費多いっぽいってことでね、すげえポケモンだよなといったところであります。でもね、クレセリア星1にしてはリサーチ XP 夢のかけらめちゃめちゃいい感じに使ってくれてそうなリサーチとなったので、この調子で、なんかインターネットオフラインなんだけど戻ってきたんだけど、編集でばっこり行きながら、ねえ、そんな感じのリサーチだったよということで、ポケモンたち2体見ていきたいと思います。まずは色違いのヌオーちゃんからお迎えさせていただきました。バースデーさん色違いヌオーだぜ。生意気レベルは22のことなってます。ヌオーレベル22ってそれなりに高い方だよね。多分ね、ありがたいなと思いますね。レベル19とかなんなら18ぐらいまである記憶なんだけど、どう18、19、20、21、22とかかな。さあ、そんな生意気な色違いヌオーちゃんでありますね。メスガキと呼ぶにはもう育ちすぎているのかもしれない。でも可愛い。色味も込みで、そして食材、ありがとうなんだよ。本当に。ねのキノコヌオを今は探しているよといったところなんだけれども、さあ食材の補正を持っていてくれるのかい。予定スピ食材所持数スキルレベルは特に変わりなさそうだ。サブスキルせーのということで、食材確率アップ S 持っていてくれて、レベルは25ということでね、悩ましい。悩ましい。今ね、うちにいてくれているヌオーちゃんが AA で、性格が食材確率補正のことなっているんだけど、性格の補正より食材確率アップ S の補正って低いんだよね。18% と 20%。性格の方が 20% だから低いんだけど、色違いのさ、バースデーヌオーちゃんなんだよね。意地っ張り影坊主なんだよね。意地っ張り影坊主なんだよね。まあ、意地っ張りでね、食材お手伝い確率下がってるから、うんぬんかんぬんというところではあるんだけれども、木の実 S 持っていて欲しすぎたわけなんだけれども、さすがにといったところだね。まあ、もう一体、サブアカね、もうすでにジュペットも育てておりますので、もう一体育てるかと言われるとかなり怪しいところはあったりなかったりなんだけど、ここまでね、こう、サブスキルとかでドキドキさせてくれためちゃくちゃ素敵な影坊主ちゃんとヌオーちゃんをお迎えしました。ヌオーどうするマジで。マジでどうする。もう全く役割が被っていて、なんなら上位互換の子がいると。でもバースデー色違いヌオーだよっていう、この葛藤。でさ、レベル30まで上げるのもさ、結構飴を使うじゃない。ねえ、どうも育てたいし、もう私は一体どうしたらいいんだという葛藤を抱えながら、61億にランク伸ばしていきながら、バースデーのリサーチとなりました。いや、本当に素敵なリサーチになってくれたなと思います。4月12日。私誕生日でございました。本当に素敵なリサーチになりました。大体ね、毎年このタイミングで伝説イベント来るかなと思うので、来年も楽しみにしていきたいと思います。さあ、ということで戻ってまいりまして、いや、誕生日の日にダークライト色違いヌオーちゃん来てくれました。ヌオーかわいすぎる。嬉しすぎんだろってことで、いや、はちゃめちゃでしたね。本当に毎日のリサーチに癒されてる。この600何十日。特に今回のイベントはね、はちゃめちゃに癒されたので、ぜひね、幻ポケモンの初期レベルだけなんとかなりませんでしょうか、運営さん。や
やっぱね、ちょっと朝一からそこに怯えなくてはいけないの不健全なのではという気もいたしますので、ね、より良い、気持ちの良い朝のために何卒よろしくお願いいたします。そういえばね、アップデート後、リサーチランクも65までいけるようになるけど、ポケモンの初期レベルって上がるんかね？どうだろうね。なんかね、もう今のところこれ以上上がらない気もするよね。そのあたりもね、ちょっとずつでもいいので、よかったらぜひ、よろしくお願いします。特にね、伝説のポケモンたちの初期レベルは、ぐっとね、引き上げていただけると、嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、後半はポケモンスリープの公式 X に投稿されていたちょっと恐ろしげな文言について見ていきたいと思うんですけれども、こちらですね。夢のかけら盛りだくさん。4月21日月曜日より夢のかけらゲットウィークキャンペーン開催。夢のかけらが入手しやすい1週間が始まります。たくさん集めて、鍋の拡張やポケモンのレベルアップに使いましょう。鍋の拡張。いや別にね、普通のこと書いてるだけなんですよ。当たり前のこと書かれてるだけなんだけど、そろそろ新フィールド来るかもなー。鍋拡張300万かけらくらい貯めたいなーって思ってるこのタイミングでさ、鍋の拡張ってレベルアップより先に書かれちゃうとさ、そういうことですかみたいな。邪推しかできない。いや、雨ブーストあるんだからさ、レベルアップや鍋の拡張にならなんかまだわかるじゃん。雨ブーストあるのに、鍋の拡張って先に言うんですかみたいなね。いや、まあもう本当に邪推してるだけなんだけど、ちょっとね、かけら絡み、怖いよね。いやね、私そもそもかけらはまだ絞るのかなと思ってたの。先日の分割睡眠のナーフアップデーがあったじゃないですか。これってやっぱ明確にかけらを絞りに来てるのかなって。やっぱり夢のかけらでインフレを抑制する方向にしたいのかなって思ってたんだけど、今回ちゃんとかけらゲットレベル8も来たし、かけらウィークまで用意してくれたってことで、ちょっとね、って。まあね、分割をナーフした分、ちゃんと稼げる手段は用意するよってことなんだろうなとは思うんだけど、いやねー、やっぱさ、こう、新フィールドが、いつ来るんだろうね。ねえ、新モードが先に来るとかってこともないと思うんだよね。やっぱ新フィールドで新食材追加をするっていうのが、売り上げの上げ時だと思うのよ。多分ね、わかんないんだけど、どれだけね、ガチ勢さんが、今の状態に停滞してたとしても、新食材に関しては一から厳選しなきゃいけないから、定期的に新フィールド、新食材はやるものだと思ってるんだけど、ねえ、かけらと共にサブレも貯めた方が良かったりしますか？いつフィールド来るのか、なんか年間スケジュールみたいな、なんかミニロードマップの、なんか欲しいね。まあ、そんな感じでね、邪推が邪推を呼ぶX の公式ポストだったわけなんですけれども、まあもう、備えるしかない。私ね、前回の鍋拡張の時、100万かけらあったら足りるかなって思ってたら、全然足りなかったから、もう、ぎゃっつり貯めとこう。ひとまずね、目標、新フィールドまでに300万かけら。私は無理だね。まあ無理なりにね、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも一緒にかけら貯めていきましょう。本当にアメブーストどこまで夢のかけら使うよ。逆にダークライとかを育てる場合って、その低レベルのタイミングで、飴をいっぱい使うことになるから、逆にかけらを節約していると言えなくもないので、まあ捉え方の問題なんだけど、まあね、いろいろと考えていかなければならないことはあるんですけれども、ちょっと今はかけらを節約する方向で動いておこうかなと思った、そんな雑談でした。というわけで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド、そしてチャンネル登録していただけますと幸いです。相変わらずちょっと今日ぐらいまではね、概要欄に Amazon の欲しいものリストを置かせていただこうかなと思いますので、リアル支援物資よろしければ送っていただけますと幸いです。本当に皆さんありがとうございます。それではね、急遽来週から夢のかけらゲットウィークとなりますので、食材等々準備進めてまいりましょう。そして明日木曜日はアップデートバージョン 2.7.0 が来るということで、最後にいつものやつで締めておきたいと思います。明日のお昼ご飯は13時半まで。明日のお昼ご飯は13時半まで。
またね、バイバーイ。